いつもは依頼される関西クリーンサービスが今回は依頼する立場に。一体なぜ？本日はですね、こちら大阪府にあるとある集合住宅に来ております。実はですね、2024年の4月にですね、こちらの物件のある一部屋でお二人の方がご遺体で見つかりました。で、ご夫婦だったんですけれども、パートナーであるご主人様は2年近く前にすでにお亡くなりになられていたということでして、奥様はそのご主人様のご遺体と2年近く一緒に暮らされていたそうです。残された妻はなぜ夫の死を公にせず遺体と過ごしたのか。この物件を買い取った関西クリーンサービスは真相を究明すべくある人物に依頼した。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はじめまして、ギャル霊媒師飯塚優衣と申します。霊媒師の曽祖母と祖母から能力を受け継ぎ、元109ショップ店員という異色の経歴を持つギャル霊媒師飯塚優衣さん。霊媒や除霊の様子を発信した YouTube チャンネルは登録者63万人を超えるほど人気です。やっぱり霊媒師されている飯塚先生に今日はお越しいただいてですね、こちらのお部屋ですね、しっかり見ていただいて除霊していただきたいと、奥をですねしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ないです。よろしくお願いいたします。そもそもこの部屋に霊は存在するのか。今の現オーナーとしてこれからこの物件をどう運用するかまだはっきりは決まってないんですけれども、リフォームして販売するのか、それとも収益物件として運用していくのかというのはまだ決めてないんですけれども、いずれにしてもここで何がどうなって何が起きたかっていうことですね。お亡くなりになられたご主人様しかり奥様ですね、どういう思いでご遺体と2年近くもの間生活されていたのかというのを知りたくて、今回飯塚先生にお越しいただいた次第でございます。はい、ありがとうございます。それもね、話したがってるんですね、今。あ、そうなんです。早速飯塚さんから驚きの指摘が。そこのキッチンの奥のところに座ってるので、女性の霊がキッチンから話しかけているそうです。ちっちゃい声で喋るんですよ。声が届かない大きさなんだよね。飲まず食わずだから声が出なかったかもしれない。はい。どちらかというと憔悴に近いんですけど、ここだけちょっと字が違うね。で、ここに生活ちゃんとできてたから、ここに奥さんよく来てたの。落ち着くからって、ここが好きな場所なの。亡くなる時もよくここには来てたんだけど、その精神疾患からと自律神経も失調症というか失ってるので、体内リズムがもうおかしくなってるんだよね。暑いのをなんとか収めたくて脱ぎ始めちゃったりというか。実は女性は全裸の状態で発見されていたのです。だから最後は暑くて水が飲みたいけど通らなくて飲めなくてなくなってるから、お水がすごく欲しいって言ってる。すごくお水が欲しいって、なんかね、ここに来るとちょっと声が出づらいんだよね。どの辺に最後いらっしゃったっていうのも分かんない。報道によると、実は先生がいらっしゃるこの場所らしいです。マジで？で、ご主人は心臓発作だと思います。どちらかというと普通の夫婦ですね。亡くなり方が異常な形跡になってただけであって、なんで布団をかけてたかっていうと、それも寒いから、お父さんも寒くなっちゃうから。
昨日よりもすごい変な話ですよ。昨日よりも沈んでるって、要は溶けてる。その時にこう沈んでる、かけてあげないとお父さんが消えてっちゃう。変な話、温めれば消えないんじゃないかとか、だからもうそこからもうずっと死を受け入れられてないんだよね。普通だったら、どうしよう、大変なことしちゃってる、世間にとか警察に何と思われるんだろうって普通思うじゃないですか。腐敗で目が覚めた時に、どうしよう、お父さんがまた昨日よりも小さくなってっちゃうって、そっちしか考えてないんだよね。だからこう誰かにお願い、助けをお願いするよりも離れ離れになりたくなかったから、ちょっと望みでもあったみたいです。最後まで一緒にいれること。あとは罵られたり罵声を浴びさせられたくなかった。その現状を見て、とにかくもう寂しさに耐えられなかった。どんな状態でもいいから一人になりたくはなかった、なりたくなかったって言ってますね。白骨化した夫の遺体はリビングで発見されました。床のこのフロアです。体液というよりもちょっとガビガビになってたんですけどね、匂いもかなりきつくて浸透している状態で、こんな状態でも浮かばれてるのは本当に好きで一緒にいたからというか、好きで置いときたかったからっていう、隠したくてとか自分が捕まりたくなくてじゃない。奥様のご遺体が発見されたきっかけなんですけどね、こちらのトイレが、今ちょっと便座外れてるんですけど、なんかタンクの中で何かが故障して水漏れして下の階に水漏れしたそうなんですね。で下の階の方から管理組合の方に通報があって、でもなんかこうピンポン押してもこの辺応答しないで、最近そういえばずっと見てないなということで、警察が突入して発見されたそうです。じゃあ水漏れがあったことでってことですよね。そうですよ、このトイレがトイレからきっかけです。とその時、トイレの照明が消えてしまいました。ついてましたよね。ついてました。お話ししてる最中に消えたのは多分映ってますね。あれ？撮影後、照明の修理を依頼しましたが、消えた原因は今も分かっていません。洗面所やバスルームの鏡は白い汚れでびっしり覆われていました。この鏡、奥さん自分の姿見たくなくて全部消してたんだろうねって。で、なんで自分を見ないようにっていう話になったかっていうと、一番ここで自分の姿見る場所じゃないですか。そうですね。で、栄養がなくなってボロボロになった姿を見て、それがもう嫌で、女性としても嫌で、生死を考えさせられるような空気感が嫌で、それで塗りつぶして。一体何の汚れなのでしょうか。霊がいることを確信した飯塚さん。成仏してもらうためご供養します。次住む方にもいい状態で引き継げるように、そこもバトンタッチのつなぐ係としてちょっとできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらこそ。今のって何されてたんですか？結界を貼っているんですけども、それを護符をそのまま、刀を作りながら
このオイルでですね描いている状態になるんですけども、はい、これでちょっと悪いものが入ってこないとかそういう浄化的な要素があるので、はい、今描かせていただいてます。部屋の各所にお香を焚き、水回りを丁寧にお清めします。亡くなられた奥様がここの部屋をあんま使ってない、ここが怖いから、ここが特に怖いって言ったと思うんですけど、給水ヘッド全部の排水つながる配管なんですよ。本人も水不足で亡くなってて、水漏れで見つかってますよね。水に関連したやっぱり不幸で亡くなられてるので、人間の危機察知能力でなんとなく嫌だっていうのを感じてたんだと思います。オマクサワンダーサラタンセンダーマカーロシャラスワテンタラタカンマオマクサワンダーサラタンセンダーマカーロシャラスワテンタラタカンマ最後、主人が来て、ちょっと声が高い人なんですよ。話し声が。大丈夫だよ、お前が死ぬまで俺がいるからって冗談で言ってたのに、俺が先に行っちゃったから、あいつ寂しくて嫌だったんだろうなって笑ってたんですよ。ご自身はご供養をされてた、成仏されてたんですけど、逆にやっぱり奥様のことすごい気にしてた。約束をしたからっていう、そういう、大丈夫だよ、お前が死ぬまでちゃんといるからって、でもそれが忘れられなかったんだろうなっていう言葉と、最後に、ありがとね、ありがとね、ありがとねってこうきっと気さくな方なんですよ。何度も感謝を伝える夫に連れられて、女性もようやく成仏できたということです。排水に全部おみきを流してください。トイレに薄さまみようっていう神様がいるので、そのために次は守ってくださるように早速任せていただきたいと思います。こちらの玄関周り、いろいろ条例の意識もしていただいて本当に助かりました。そうです。はい。とんでもないです。本当に我々も改めてこうまた新しい学びというか勉強させていただいてすごいなって思ったのが、関西クリーンサービスさんのその心構えっていうんですかね。ただ綺麗にするじゃなく、そこにその何か恨みとかつらみとかそういう思いが残ってないかってところまで気にされてるっていう心がけというか、やっぱりそうでないとなんかご供養ももちろんですし、結局心が揃ってないとこのお仕事って続けてられないなっていうのを改めてこうまた学ばせていただいたというか、そのお気持ちで成り立っている会社さんなので、これは確かに遺族だったら私も依頼したいと思いましたし、それこそこう自分が霊になった時でもそういう気持ちのある方たちに清掃されたらどうぞどうぞってやっぱりこうきれいにしてくださいってお願いしたくなったので、本当になんかすごい経験値から生まれたチームワークと心構えなんだなっていうのを個人的に見させていただいたので、本当にありがとうございました。先生にですね、今回いろんな、意識をしていただいて、僕らの心が整理されました。本当に。本当ですか。はい、もうむしろ一緒になんかご供養したぐらいの気持ちでいるので。本日お越しいただいたギャル霊媒師の飯塚由衣様のチャンネルですね、概要欄に貼っていますので、ぜひ皆様ご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。
しくお願いします。